やっほー、めいちゃんです。今日は10月5日にニュージーランドに来てから1年になりました。もうね、早すぎてちょっとびっくりしてるんですけど、この1年で住んでみてどうだったかっていう感想を今日のビデオでお話ししたいと思います。はい、特に今後ワーホリとか留学とかでニュージーランドに来ようと思ってる方とか、もしニュージーランドじゃなくても海外に住んでみたいって考えてる人とかの参考になればなと思います。やっぱりね、最初来た数ヶ月は大変でした。思い描いてた、夢の海外生活っていうのとはだいぶかけ離れてるし、またやっぱりね、日本とね、いろいろ違う部分があったので、そういう部分でちょっと落ち込んだりイライラすることが結構あったんですね。例えばなんか電車が時間通りに来なかったり、急にキャンセルになったり、それで私はちょっと仕事場から遠くに住んでたので、電車が来ない時にウーバータクシーで、50ドルぐらい払って帰ったりだとか、コンビニもないし日本食が恋しくなったり、あと、さっきの電車もそうですけど、なんかデモとかが結構市内で開かれてたりするので、そういうのがあると、もちろんバスは通れないわけなんで、待たないといけない。それ待ってた時とかも2時間ぐらい待たなきゃいけなかったし、なんかそういうのって日本だったら起こらないじゃないですか。だからなんか時間の無駄だなとかって思っちゃったりしてイライラしてたんですけど、あとは友達がいなかったで、あとレストランとかも、日本と比べて料理のクオリティが低いので、私はすごい食べることが大好きだから、なんかそういうのもね、ちょっとしたことなんですけど、すごくネガティブに捉えてしまってた自分がいたんですよ。でも結局ね、ずっと文句言っててもしょうがない、自分でここに来るっていうことを選んだんで、何もないけど自分で楽しむ努力をしようと思うようになりました。そこでなんか学んだのは、やっぱり環境のせいにするんじゃなくて、自分がどう感じるかっていうのは変えられるなと思って、そういう考えにシフトするようになりました。でね、シティの方に引っ越して、そういう、電車とかのそういうストレスはなくなって、新しい友達とかももっと人が増えるので、シティだと作ったりして、いろんなね楽しいことを自分で見つけました。それでやっと1年経ってニュージーランドのいい部分が見えてきたなっていう感じですね。なんで私はこれからね、ワークのパートナーワークビザを取ったので、ワーホリビザは終わったんですけどね、ワーホリビザだと1年、延長したとしても1年3ヶ月なんで、ちょうどなんか楽しくなった頃に終わるなと思って、ちょっともったいないとは思うんですけど、そう、何が良かったっていうのは、なんかやっぱりね、人が一番ここは私はすごい好きで、例えば道歩いてる時だけでも人が微笑んだりとか、なんか挨拶気軽にね話しかけてくれたりとか、そういうのって、日本も地域によってはあるのかもしれないけど、シティであるってね、東海の方であるっていうのはなかなかできない体験だなと思って、やっぱり微
笑んでくれたら微笑むじゃないですか、こっちも。だからそういうのってすごく素敵だなって思いました。あとね、ここのなんか飾らない自然な感じがすごく好きで、みんながなんか幸せそうで、なんでかっていうと多分頑張りすぎない、多分日本人は結構頑張りすぎるところがあると思うんですけど、それがまたいいというか、なんだろうな、自分のことをすごく大切にしてる、自分を愛してる人が多いなって思います。だからこそ人にも優しくなれるのかなって思いました。なんか結構ね、他人に話しかけたり、もちろんレストランとかでもこういうなんか世間話っていうのかな、ただの接客じゃなくてそういうのとかもあって、人との距離がすごく近いんですね。だからなんかそういうのはすごく素敵だし、私も日本に帰った時にね広められたらいいなと思ってますけど、あとすごくいいなって思うところは、感謝の言葉を言うっていうことですね。これってすごく当たり前のことなんですけど、多分日本にいたら結構、日本からこっちに来ると結構違います、その基準っていうのかな。例えばね、もう些細なことでも別に男性女性問わず、若い人お年寄りの方問わず、みんな誰にでもありがとうって言って、例えばなんか日本だとコンビニであんまりありがとうっていう人って、多分私もコンビニで勤めてたから分かるんですけど、あんまりいなくないですか？なんかここは本当バス降りる時とかでもね、いっぱい人がいてもちゃんとありがとうって運転手さんの方に向かって言うし、私はレストランで働いてるんですけど、必ずなんか席案内してありがとうって言って、料理提供してありがとうとか、もうなんか、いやすごいいいなって、すごい良くないですか？わかります？なんかそれをすごく感じました。でね、特に日本はお客様第一っていうなんか考えがあるんで、これはなかなか体験できないと思いますけど、すごくレストランで働くって結構日本だと大変なことじゃないですか。でもこっちで働くのはすっごく楽です。なんでかっていうと、お客さんがめちゃくちゃみんないい人だから。店員とね、客っていうそれぞれの立場はなくて、なんかお互いを人として認め合っているっていうか。で、あとね、もう一点ニュージーランドのいい点は、すごい国際的なんですね。移民がたくさんいるんで、いろんな国の人がいます。なんでいろんな国の人と話すこともできるし、さまざまな国のことを知れたりとか、その文化を知れたりとかするっていうのが、やっぱり日本はね、もちろん外国人の方はいるけど、結構旅行者とかもが多いし、やっぱ日本は日本人だけじゃないですか。だからそれもすごくいいポイントだなって思いますね、ニュージーランドに住むっていう点は。なんで差別とかも受けたことないですね。まとめて言いたいのは、すごくね、人がいいです。人からね、いいものをもらうと、自分もいいものを誰かにしてあげたいってなるじゃないですか。それがすごくいいことが連鎖してるっていうか、悪いことも連鎖するじゃないですか。でもいいことがすごく人から人に伝わってる感じがあって、なんかハッピーで過ごせる国だなって思いました。そういうね、いい部分が見えてきたなって最近は思ってます。
最後まとめるんですけど、ニュージーランドに住むってことを決断して本当に良かったなって思います。英語はね、もちろん成長したとは思うんですけど、何よりもなんか人として強くなった気がします慣れたと思いますし、視野が広くなりましたね。でね、あとは日本を離れて余計に日本が恋しくなったり、素晴らしい国だなって思えるようになった。それも日本を離れなきゃ分からなかったことだし、それに気づけたのも良かったと思います。なのでここで学んだことを日本に帰った時にもやりたいなって思いますね。で、海外に住むっていうのはずっと私がやりたかったことなんでね、人生が終わる前に、自分のやりたいことができて本当に良かったなって心から思います。この経験で自信にもつながったし、今後また新たな挑戦をたくさんしていきたいなって思っています。で、これは私のね、ずっと好きな言葉っていうかモットーがあって、ずっとそれをね、待ち受けにしてるんですけど、人生一度きりっていう言葉です。英語では You only live once っていうんですけど、私はいつも何か迷ったらこの言葉を覚えて、選択しています。皆さんも海外移住だけじゃなくて自分のやりたいことを諦めなければ必ずできると私は思ってます。人生最後の日に私の人生満喫したなって思うように生きるようにしてます。一緒にね、後悔しない人生を送りましょう。はい、ということでね、長くなりましたが、1年を振り返ってみての感想です。うまくちょっと伝わったかわかんないんですけど、だけどね、挑戦したことがすごく良かったと思います。今後ね、また新たな挑戦を皆さんと今日このね YouTube を通して、シェアできたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。あと高評価と、コメントも気軽にお願いします。それでは、あとね、今はちょっと10月の頭なんですけど、10月の後半に日本に、一時帰国するのですごく楽しみです。それではありがとうございました。またね、バイバーイ。